このキャンピングカーのドアは、過去、何度か外れ、その都度修理して現在に至っています。最初に外れたのは、納車後1年経った2014年頃だったと思います。雪道走行では通常の路面と比べ、路面の凹凸により常に衝撃にさらされる状況になるため、その衝撃が原因でドアが外れてしまっていました。最初は、ヒンジ本体の金属にクラックが入り破断し、ドアが外れてしまいました。走行中に異音がしたので確認してみると、トイレのドアが一番上のヒンジだけでぶら下がった状態で開いていました。まだキャンピングカーの経験も浅かったため、まさかトイレのドアが外れるとは思わず、焦りました。すぐさま近くのホームセンターにより、部品を調達し、修理しました。ヒンジはカップ径が合う中で、一番肉厚のものを選びました。そのままの状態では取り付けできなかったため、木材をスペーサー代わりにし、取り付け位置を調整しました。新しくしたヒンジは長く持っていたのですが、次のシーズンあたりにまたもや外れてしまいました。シーズンというのも壊れるのは主に冬です。雪道の振動で一気に負荷がかかり、外れるものと考えています。今回もヒンジ本体の金属にクラックが入ったことが原因でした。走行中ではなかったのですが、トイレのドアを開いた際にガタンと外れてしまいました。前回、ヒンジの予備を購入していたので、ひとまずは予備品で様子を見ることにしました。ヒンジは4個あるのですが、いきなりドアが外れるという症状になる理由として、ヒンジの一つが壊れると、その他のヒンジにかかる負荷が増え、一気に壊れてしまうものと考えられました。毎シーズン交換するのは面倒なので、ホームセンターに寄る際に、良さそうなヒンジがないか探し、かなり肉厚なヒンジに交換しました。その後、ヒンジの様子を見ながら過ごしましたが、金属のクラックが入ることはなく、ようやく改善が終わったと思ったのですが、次あたりのシーズンに、また外れてしまう症状が発生しました。今度は、ヒンジは壊れなかったのですが、ヒンジを取り付けた木材のネジ穴がガバガバになってしまい、ドアがヒンジをつけた状態で外れてしまいました。ヒンジは無事だったので、取り付け穴の位置をずらすことで対応できましたが、今後、取り付け側を穴だらけにはできません。対策として、ヒンジをタッピングビスで木材に固定するのではなく、ボルトとナットを使用し、木材を貫通させる形で取り付けることにしました。スペーサーとなる木材の見た目があまり良くなかったので、全体をカバーするような形で取り付けました。スペーサー用の木材の長さを測り、カットして位置合わせをします。位置が決まったら、下穴を開けて取り付けます。スペーサー感がなくなりました。木材は反対側まで貫通させるため、下穴を開けておきます。横穴を開ける場合、削りカスが下に落ちますので、養生テープで受けを作っておくと床が汚れず、捨てる際も簡単です。反対側までボルトを貫通させ、ナットで固定します。後日、木材保護と風合いを出すため、蜜蝋を塗ったところ、自然な仕上がりになりました。この対応を行ったのが2017年で、2022年現在までドアが外れることはありませんでしたので、この対応が完成形となっています。ご視聴ありがとうございました。